よいしょ、金子でございます。ということで、今日なんですけども、私、お店でちょっと面白いことしておりまして、それが、カサゴの養殖でございます。2ヶ月ぐらい前に釣ってきたカサゴ、まだ痩せてたんですけど、店舗の水槽で生かしておいて、で、毎日美味しい餌をいっぱい与えております。かなり太ってきましたんで、そろそろ食べ頃かなと思いまして、食べちゃいたいと思います。で、さっき釣ってきましたので、そちらの映像をどうぞ。はい、というわけでこれがうちの水槽でございます。うち魚屋さんなんでいろんな魚が出るんですよ。例えばカツオさばいたらカツオのハラミが出ますし、トロザワラの血合いとかヨシエビのちょっと弱ったやつとか、美味しいネタだけをふんだんに食べさせた根本に超えた半養殖のカサゴ、一体どんな味がするんだろうという検証でございます。で、この養殖のカサゴってもうなんだかんだ十何年市場とか魚に携わってますけど、見たことないです。養殖しないですよね。だからどんな味になってるのかすごい気になります。なんで今日はこちらのカサゴを釣って食べていきたいなと思います。じゃあまずは餌の調達からしましょう。今日は日曜日、お客さん多いと思います。ピカピカですね。素晴らしいです。会長さん、おはよう。おはようさん。ねえ、なんかさ、水槽にさ餌あげたいんだけどさ、なんかサワラの血合いとかねえか？あります。ありますか？おお、いいね。これはこれは最高ですね。こんな大好物でしょう。よし、じゃあちょっとまず揚げてみましょう。サワラのハラミ、こちらで、今日はこれと今朝剥いた平貝から出てきた隠れエビ、これも持ってきました。こいつね、地味に挟まれると痛いんですよ。じゃあ揚げてみますね。お、カサゴが食べた。おお、めっちゃ食べるわ。こいつとかポンポン、来た当初はガリガリだったんですよ。これもまあでも何が釣れるかは運ですね。もしかしたらこのね、ヒゲ剃り台が釣れちゃうかもしれないです。次、サワラのハラミ。さあどうだ。お、見てる見てる。食べた。あ、でもなんか、食べた。お、キジハタが意外と隠れエビの方が活性がいいですね。では早速釣っていきましょう。まずは隠れエビつけてみましょうか。いってらっしゃい。うわ、すごい活性。やばいやばいやばい。あ、やばいやばい。キジハタ釣れた。やばい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 。やばい、キジハタがドラグが弱い。ドラグが弱い。分かってるか。あ、外れた。外れましたわ。キジハタが食った。ほい。はい、来い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 。カサゴ来い。キジハタいな。キジハタやめて。カサゴ君食べろ。カサゴ、あかんあかんあかん。キジハタがすごい。キジハタがすごい。カサゴ食え。カサゴ。よし、釣れた。ファーストフィッシュ。キジハタ。この子はもう逃がします。はい、帰りなさい。ちょっとやってみて。いいよいいよいいよ、やってみて。あ、カサゴいったじゃん。そいつ釣って。よし、ナイス。いいぞいいぞいいぞ。うわー、やった。カサゴポンポンじゃん。何これ。これやば。養殖古代みたいな。はい、続きまして、はい、アトムくん、魚市場の社員で元釣り具屋さんの店員ということで、ちょっとこれ釣って、はい、キジハタの猛攻から避けていい個体のカサゴだけ釣り上げてください。なるほど。やっちゃん本当釣り上手だからね。キジハタは避けないといけない。キジハタ避けて。うん、でかいカサゴ欲しいですね。おお、すげえ、エビが動いてる。あ、もう狙ってますね。狙ってる。このダメだよ、それ釣っちゃう。おお、このでかいの釣りたいですね。このでかいカサゴ。でかいのでも痩せてない。やばいな。やばいな。ダメだっちゃん、それは。あ一番釣っちゃいかんやつ釣ってるわ。主釣っちゃってるわ。しかも上顎に。あっちゃん。やっぱ大きいの釣りたくなっちゃう。釣り人の差がですね。選手交代。はい、太郎ちゃん。おはようございます。はい。一番美味しそうなカサゴを釣ってください。はい。釣りできるんですか？はい、釣りできます。最高。餌は隠れエビ、そしてサワラの腹も2種類です。どっちでも好きな方を選んでください。はい。サワラです。キジハタはやめてください。あっちゃん一番大きいキジハタをかけてしまいまして、大変なことになってました。サワラうまいですからね。うわ、それやばいよ。それはキジハタが来るよ。よし、お、いった。そのカサゴ美味しそうか。違う。やばい。やばい。うわ、あかん。
ああ、危ない危ない。よかったよかったよかっよかった、外れた、た。外れた。餌持ちがいいから。これは落とすとこ重要だな、これめ。ちゃくちゃ重要っす。あそこいいね。いいめちゃくちゃいいめちゃくちゃいいめちゃくちゃいい。そいつやばいパンパン。そいつ釣ってそいつ。いけ。こいつやばい。うまい。あ、いった、いった。うまい。うまい。よーし、やった何これすげえ。ー。うわ、超えてるな、これ。これ何？こんなカサゴさ自然界で見たことないもんな。ないですね、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして、はいしもし。いやー、どうぞ。まだ唐揚げ用がないんですよ。唐揚げをですね。一番良さそうなクオリティのカサゴを最後バシッと釣り上げちゃってください。任してください。餌は2種類。餌は2種類つけてください。生地旗がものすごく活性高いです。うわーやってるってか分かってるわお前。どちらとかないから。カサゴちゃん、唐揚げサイズのカサゴちゃん。超えたやつね。ちょ、こういう感じだよ、これ。こいつの後ろにされかんな。こいつの後ろにされかんね。おいいいいいいじゃん。食ったよ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。あやばい餌は。餌まだ。ここ根がかりとかあります？根中にあります。がかりありますか？根がかりあります。ここカサゴめっちゃ待ってるよこいつら。高橋狩り根いいよづかりいいとこ行った。これ食うでしょ。え食べない？お、来た。お、来た。よしよしよし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 。よっしゃよし。ありがとう。よかったです。かありがとう。締めていきたいと思います。いただきます。うわすげえ餌入ってるわ。あ結構これって消化かかるんですね魚って。4日ぐらい前にあげたイワシと2日ぐらい前にあげたカクレエビが出てきましたね。ほんでこうものすごいコロンコロンこれ。ではいただきます。内締めでいきます今日は。はいここ入ったらエラ膜を切って、このままでいいです。尻尾はやりません。こういう感じ。ここもいただきます。これすごいな、いいな。で膜切ってエラ切って。でもねカサゴって諸説あって別に血抜きしなくていいよねみたいな、そういう人もいますね。そんなに血の気の多い魚じゃないんで。だからどっかで見たのはもう生きたまま海水氷の中でもうじんわり締めていくってやり方がなんか美味しいとかいう人もいました。魚は奥が深いということで今日はこういう感じで内締めでエラ切りでいかせていただきます。もう一番オーソドックスなやり方ですね。素晴らしいクオリティで、スタジオ行く前にちょっとお客さんに挨拶していきます。いらっしゃいませ。ようこそ魚市場へ。もうしばらくでオープンですので今一つお待ちください。こちらが鮮魚コーナーでございます。鮮魚コーナーの方ずらっとで、こちらが飲食コーナーの方でございます。大盛況ということでね、今日はね馬面はぎがめっちゃいいですよ。鮮魚ボックスも最高ですよ。で刺身盛りもいっぱい作っといたんで僕30パック作りましたんで30パック限定ですけども、もしよかったら買ってってください。飲食もすごいいいですよ。池の手長ダコ入ってます。サンナッチありますよ。愛知県でサンナッチ食べれるとこなかなかないですから、ぜひもうねハードル高く、お待ちください。魚市場ご来店ありがとうございます。もうしばらくお待ちください。はい、ただいまということで帰ってまいりました。もう夕方なんですけど今日もお店大繁盛でございまして忙しくさせていただきました。ありがとうございます。はい、ということでカサゴじゃん持ってきました。すごいな、俺見たことない。もう死後硬直始まってピンピンな感じ。すっごい太いよこれ。何こりゃ。これ絶対うまいです。全く臭くない。いい水質でやってますんで最高ですね。そしたら今日はこちらのカサゴを使ってカサゴの煮付け唐揚げお刺身作っていきたいと思います。じゃあまずこちら鱗内臓エラ除去していきたいと思います。で僕がここ気になってるポイントがありまして、ポヨンポヨンのお腹、もう3匹ともポヨンポヨンです。このお腹の中は一体何が入っているんだいと。可能性は3つ。1つ目が僕が不在の時にいろんな従業員さんが餌をあげて胃袋がパンパンになっているだけ。これが1つで、2つ目卵で膨らんでいると。で3つ目内臓脂肪がパンパン。これが一番最高です。で釣った時は本当に普通のカサゴ、痩せてるぐらいのカサゴだったんですよ。で2ヶ月餌あげ続けるとこんなに太りました。水温がね13度かな、ちょっと冷ためですね。ということでじゃあまず鱗取っていきましょう。一番小さい個体1文字が釣ったやつ。カサゴは一度こういう風にざっくりと鱗を取ります。こういう感じで、特に煮付けとかする場合は鱗は天敵なので
ここはしっかりと取ります。これすごいな、いいカサゴ。俺ね、自然界でこんなカサゴ本当に見たことないんですよ。でね、卵の可能性は極めて低いと思うんですよ。卵持ってるカサゴって僕もさばいたことあるんですけど、こういう太り方をしないんですよね。もっとお腹だけ突出してボーンみたいな、そんな超え方するんですよ。身がここまでね厚さがないので。でも2ヶ月間であのガリガリがこんなに内臓脂肪を持つかなっていう。2ヶ月魚のアラを揚げてこんだけ美味しいカサゴができるんだったら、僕釣ってきたカサゴをあそこで半養殖したいです。はい、そしたらこのような感じでざっくり鱗が取れました。やっぱり鱗かきだけだとどうしても取れにくいところありますんで、こういう金だわしとかでこすったりだとか、これ仕上げですね。鱗もぬめりも綺麗に取れます。でもっと簡単なのが、これざっくり取った後に包丁のこの刃の方、ここで仕上げ、これがね一番いいかな。こう細かいところも刃先で取ってあげると。はい、鱗が取れましたと。そしたらいよいよ開けていきたいと思います。いや、これ緊張するわ。でもね、僕正直ごめんなさい、分かります。もうこんだけお魚触ってたら分かるんですよ。はい、ちょっと動画の途中で差し込みます。これが普通の天然のカサゴです。魚市場で買ってきました。9匹入って565円。卵入ってましたね。もう大体体高もこんなもんです。これ皆さんにね、肝をお見せしたいんです。肝をまずこの段階から違うのも見てわかるんですけど、はい、こんな感じです。もう肝もこんなもんです。この大きさに対してこんなもん。これが普通です。カサゴの本来の肝の大きさというか脂ののりです。これを踏まえた上でどうぞ。では開けていきます。まずはエラを外します。ここから包丁を入れてクリッと。お、よかった、エラだけ取れた。ネタバレ回避。そしたらお腹割っていきます。きたー、来てしまった。全部内臓脂肪です。餌も多少入ってますが、これすごいわ。内臓脂肪もあるし、この肝臓を見てください。この色の肝臓は脂がある肝臓です。素晴らしいカサゴですね。魚市場でさばかれた高級魚のアラを食べて、こんだけ内臓脂肪と脂肪肝を蓄えました。これはもう正直検証する前から水槽から眺めてる段階で、これやばいなって思ってました。カサゴってこんな脂持つんだって。でこれ人工的なフードとかじゃないんで相当美味しいんじゃないかな。だってですよ、このサイズのカサゴからこのサイズのカサゴのこの色の脂の乗った肝が出てくることなんてないんですよ。カサゴはこれあれか、内臓脂肪をめっちゃガチガチで持つっていうタイプじゃなくて、肝臓に脂肪を持つのかな。2匹目はどうでしょう。でも楽しみすぎてエラ取るの忘れてました。これ2匹目もです。内臓脂肪はもちろんありますし、肝臓もしっかりあります。でも肝臓がねでかくなってますね。では一番最後に釣れた小さい個体、これも脂あるよ。脂のある魚って鱗取った状態で触ると分かるんですよ。脂っこいっていう感じじゃないんですけど、手にまとわりつく感じがあるんですよ。これすごいですよ。ほらこれです。半端じゃないですよ。こんなカサゴ自然界に存在しないですよ。でまたこの3匹ね、僕も毎日見てるんで大体答えが分かるんですけど、特に活性が良かった3匹なんですよね。餌食べない子は目の前に落とさないと食べないんですよ。ただめっちゃ活性高いやつはもう入れた瞬間からバクってくるんですよね。そういう個体が6匹ぐらい、そのうちの3匹ですね。このちっちゃいカサゴ3匹分から出てきた肝、こんだけです。これ本当にすごいこと。肝醤油で食べたいぐらいですね。これは煮付けで食べましょう。そしたら水気を取って1日置きます。今日ちょっとお仕事でヘトヘトってしちゃってますんで、ベストな状態でいただきたいということで明日食べます。しっかり処理してきました。この状態までやることが大事なんです。そしたら1日後にどう。はい、では1日経過しました。1日経って死後硬直しっかりしております。そしたらじゃあ一番大きいもの、この子お刺身でいきましょうか。お刺身、唐揚げ、煮付けって言ったんですけど、気が変わりまして、お刺身、煮付け、お味噌汁でいきたいなと。カサゴってめっちゃいい出汁出るんで、お味噌汁最高に美味しいんで、
一番ちっちゃいやつお味噌汁でいきます。一番うまいだろうなっていう答え、これは煮付けでいきます。で味噌汁にしようかと思った理由がこれ、店舗にねいいふのりが入ったんですよ。生のふのり、これお味噌汁に入れると最高にうまいんです。乾燥のふのりもうまいんですけど、この生のシャキシャキとしたふのりは別格でうまいので、今日はこのカサゴとふのりでお味噌汁作っていきたいなと思います。ふのりはきれいに洗って冷水落としていきます。はい、そしたら煮付け用とお味噌汁用、こちら2つとも湯しもしていきます。そしたらお湯にシャポン、1、2、3秒ぐらい、ちょっとこういう風に色が変わるぐらいですね。そしたらお水にポチョンと落とします。1、2、3、お湯さーっとかけるタイプでもいいんですけどね、今日魚がちっちゃいんで鍋直落としでいきました。はい、そうすると顔にすごく白いぬめりがついてますよね。こういったぬめりを湯しもで一回落としたいんです。この顔の鱗とかこういったところも丁寧に落としていく。尻尾のぬめりも落としていく。これこんな汚いんですよ。これ全部汚れですんでね、結構汚れがね取れるんです。で顔も鱗の角度は一緒に入ってます。こういう風に入ってますんで、頭を左側に持った際は右側に鱗に逆らうようにブラシを使ってぬめりと鱗を取っていきます。覚えやすいのは鱗の取り方は尻尾から頭にかけてなぞってあげるっていう風に覚えると覚えやすいですね。そしたらさらにもう一回フッキフッキと、はい、綺麗になりました。そしたら肝もさっと湯引き。この肝が楽しみだな。20センチ近いカサゴ3匹分から出てきた肝の量とは思えませんね。そしたらじゃあ煮付けから作っていきましょうか。で今日は煮付け、料亭風の煮付けを作っていきたいと思います。で実はね、このだしの地図、これを使って激うまな煮付け作れるんですよ。これちょっとやり方レクチャーしちゃいます。まずお鍋に 500cc のお水を入れます。でこれでだしを取っていきます。だしの地図を1つ入れます。沸騰させて5分置く。これで OK で、だし地図引いてる間に酒150、濃い口醤油を150、これ薄口じゃなくて濃い口でお願いします。濃い口か再仕込み醤油で。でみりん150ですね。で砂糖大さじ1、これはお好みで、もっと甘いのが好きな人は2入れてもいいかも。で 500cc で取っただし地図のだしに入れていきます。はい、これが煮だれでございます。お上品な煮だれ。このだしが入るっていうのがポイントですね。ちょっと当たりを確認。うまい。で煮立てます。はい、沸騰したらこちらを必要な分だけお鍋に。結構ねたっぷりで煮立てた方が俺は好きですね。でそしたらここにカサゴを入れて肝も入れます。でここにこの煮だれはね、絹ごし、これ入るとすげえ美味しいです。豆腐に魚のうまみが染み渡って肝みたいになるんですよね。この肝のうまみとカサゴのうまみが移ってくれたらなと思います。落とし蓋でこれで煮立てていきます。次お味噌汁。今日水で戻した昆布ありますんで、昆布と昆布の戻し汁、これ 500cc 入れます。でこちらもだしの地図入れちゃいます。でこれだし取っていきます。これ魚の味噌汁の動画で毎回言ってるんですけど、魚は確かに出汁は出ます。出るんですけど、旨味が入ってないとその出汁が全く生かされません。お水と魚だけで味噌汁作ってもなんかお魚の香りがするスープだなっていうお味噌汁になるんですよ。やっぱりお味噌汁は強めの旨味が必要なんです。もう出汁の地図だけでも全然 OK です。けど今日はカサゴちっちゃいんで、もっと旨味足しちゃおうということで昆布も追加で、この出汁の地図と昆布の相性めちゃくちゃいいんで、昆布で強化してあげるとめっちゃうまいです。で沸騰直前で昆布だし取ってで沸騰させます。で沸騰したら昆布のヌメが浮いてきますんで、ヌメを取ってで火を消して、はい、これでお出汁が引けましたよと。でこの段階で飲んでみてある程度うまいっていう段階だったら OK です。ここでなんかちょっと薄いなみたいな味付けだとあんまりうまい味噌汁はできない気がします。ここでしっかりお出汁引いといて、ここに味噌溶くだけでも美味しいなぐらいのスープをここで作ります。でここにカサゴを入れます。
この1匹からでもすごく出汁は出ます、カサゴは。ただそんなに期待しちゃこいつに申し訳ねえ。こいつも荷が重いと思う。だからある程度ここで美味しい、もう飲めるぐらいまで作って、あくまでもカサゴは最終仕上げ。これ本当美味しいのできますよ。でね、これ一回炙っても美味しいですよ。香ばしさがついて、炙ったり焼いたりしても。ほらもう一回牛もしてるんで濁んないんですよ。これやんないと魚のぬめりが出ちゃって臭みとあと濁りが出ますんで。でさっき飲んだ段階でちょっと濃いなって思ったらお水足しちゃえばいいです。はい、ではぐつぐつ煮立てまして、お出汁が少し白濁しましたらカサゴのお出汁が出ましたよという合図。ちょっと飲んでみましょう。うわうまっ。違うわ。カサゴが入ることで複雑さが出ますね。ブリとかタイとかサワラみたいにうわ魚の脂っていう感じじゃないです。複雑さの追加です。これはおすましでも全然いいですね。これはうまいわ。でここにお味噌を溶かします。お味噌はこの分量だったら大さじ1から2ぐらいですかね。うまい。かなりうまい。あとは食べる直前に熱々のところにふのりを入れたら完成。じゃあ味噌汁 OK いい。で煮付けもね OK ですね。さあどうだ。うまそう。豆腐にもね味が染みております。この豆腐が最強にうまいんですよ。僕はね絹ごしでやるのが本当に好き。肝感が出るんですよね。でこれ豆腐入れるときに注意点が、この広いフライパンで豆腐のスペースをちゃんと作ってあげた方がいいですね。お魚ぎゅうぎゅうで豆腐入れちゃうともう豆腐ボロボロになっちゃうんで、もうただでさえこう弱いので豆腐は大事に育ててあげる感じで、煮付けもここで味見。美味しい。ちょっと濃いなと思ったら水を差す。ちょっと濃いぐらいがね僕は好きですけどね、煮魚は。うまい。最高。はい、煮付けの完成。そしたら煮付けも味噌汁も置いておきます。少し置いておきます。これなんで最初にこれ作ったかというと、これ冷ましてる間にまだカサゴから出汁が出ますんで置いておきます。で煮付けも煮だれが魚と豆腐に一回冷めることで入ってくれますんでね。よし、じゃあさばいていきます。小さい魚はね腕の見せ所ですね。まずはカマの下から1本入れます。こんな感じ。でもこっち側も入れといちゃってもいいですよ。こんな感じですね。カサゴはね頭でっかちで身が取れるところが少ないです。このカサゴっていうのはぶどまりがすごい悪い魚なんですけど、刺身めっちゃうまいんですよ。しかも鮮度のいいカサゴはねめっちゃうまい。そしたら今日姿作りなので尻尾のここの肉を少し残したいです。綺麗なんでね、ここ剥いじゃってもいいんですけど、やっぱりここがあるかないかだと見栄えが違ってきます。でどのみち刺身にした時ここ筋っこいので、ここはこういう風に跡つけます。こっちもこういう風に。そしたら次は、背中からでもお腹からでも好きな方に包丁入れてください。まずは縦に入れます。縦にガイドラインを1本入れる。そしたら背骨に沿って包丁を滑らしていくと。でここで腹骨も断ち切ってしまいます。でそしたらはい剥がれます。であとここがくっついてるだけなので反転させてこっちから入れてもいいですし、そのままギュッといってもいいです。こっちから行くのが一番失敗ないですね。はい。でここで1個切り込みが入ってますんでピロッと剥がれます。綺麗な身っていうか油すげえ乗ってる。お分かりいただけますか。ここのヒレの油、釣り人でカサゴの刺身やったことあるよっていう方はこの異常さが分かっていただけると思います。どんな味するんだろうな。で身の締まりもめちゃくちゃいいです。でこっち側は頭こうやって下に落としてフラットにするとおろしやすい。そして氷鉢にカサゴの尻尾から竹串刺して形を決めたらカマをこう立ててこういう風に置いてあげると座りがいいです。でヒレをピンと立たせたい場合はここに爪楊枝を1個刺して、でこのキワキワでカットしてあげるとヒレがピンと立ちます。そしたらこれをベースにお刺身を切っていきます。妻を盛り付けます。この竹串が見えないようにカサゴが妻を抱きかかえる感じですね。そしたら大葉、この竹串みっともなかったらこれ切っちゃってもいいです。これで土台ができました。そしたら腹骨をすいていきます。はい、そしたら皮引いていきます。カサゴの皮は硬いのでとっても引きやすい。炙りでも美味しいですけど僕は皮ない方が好き。ここが好みですね。でカサゴはね割と強い骨が入ってますんで、
抜くか、こうやって割ってあげる。これだけ入ってます。こういう状況ですね。ここですね。ここで言うと、ここ、腹骨のここに入ってますんで、こう入れて、で、こうです。で、お腹の方は1枚で、で、背中の方は2枚で。あんまりちっちゃく切りすぎても食べ応えがないので、ここはケチらず、カツッと。23センチぐらいのカサゴで、6グラムですね。腹が、これが5グラムぐらいか。これ5グラムですね。なんで5グラムぐらいのお刺身が6貫取れますよと。なので、23センチのカサゴをお刺身にする場合、気まぐれクックぐらいお魚さばいてる人が上手に丁寧にさばいても、カサゴっていうお魚は30から35グラムぐらいしかお刺身は取れませんね。35グラムだとうちの刺身定食のマグロ2貫と同じ重さですね。はい、これでカサゴのお刺身の完成。さあ、ここが一番難しいところ。まずはカサゴ。そしたらこれたっぷりの肝。そして豆腐。で、乱れをかけていくと。たっぷり。そして、ネギ。そして、フリューズ。はい、これでカサゴの煮付けの完成。そしたらお椀によーく洗ったふのりですね。たっぷりでいいんです。これうまいですから。熱々のカサゴです。また出汁が出ました。油がね浮いてますね。これはカサゴから出た油。そしたらふのりに熱々のお味噌汁をかけていくと。もうここで火を入れる感じですね。もうグツグツはさせないです。うわー、いい匂い。で、ここにカサゴを入れて、はい、これでふのりとカサゴのお味噌汁の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはこちらのカサゴのあら汁からいきましょう。ふのりがいいですね。この荒々しい見た目のザ・海の汁っていう感じですね。こちらいただきます。うわー、うまい。ふのりって中がこう空洞になってるんです。ストロー状になってるんですよ。で、歯ごたえがねパチンパチンとね、すっごく面白いんです。香りもめちゃくちゃいい。で、出汁がめちゃくちゃいいな。出汁のチーズ最強です。うますぎる。で、次はカサゴのお肉。一体どんな味がするんでしょう。いただきます。うまっ。うわ、これすごっ。これカサゴとは全然違う魚の味です。何この魚。僕が食べた中で一番近い魚は、味はね、脂乗ったスズキの味がする。すっごい美味しい時期の夏のね、めっちゃくちゃ超えてる高級スズキの味がします。うまい。いや、うまいぞ。やばいこれ。よし、じゃあ次は煮付けいきましょう。いや、煮付けの前に繊細なお刺身いきます。ではお刺身いただきましょう。わさびをちょっとつけて、すんごい油。これテッカテカ。いただきます。うまっ。おい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 。でもやっぱカサゴじゃないですね。ちょっと身は、締まりはなくなってます。ちょっと柔らかくなってますね。油乗ると柔らかくなるのかな。カサゴのコリッコリッとした食感ではない。コリコリはしてるんですけど、油が入ることで身が柔らかくなってますね。運動しない水槽という小さい空間で毎日美味しい魚介ばっか食べてたら、筋肉はなくなって脂肪ばっかりになってきますね。歯ごたえは少なくなってる。ただ甘みがすっごい増してる。うわ、これ美味しいわ。
久しぶりにカサゴのお刺身食べたけど、この魚はポテンシャル高い魚ですね。6g の刺身6切れですっごい満足できますもん。美味しい。これお客さんに食べてもらいたいぐらい美味しい。はい。でこちらが大本命です。カサゴの煮付け。まずごめんなさい、肝いっていいですか。この肝、これが一番大きい肝でした。でこの肝が出てきた個体がこいつです。間違いなく一番脂がある個体でした。こちらいただきます。うんまっ。うんめえ、肝うまっ。何に近いんだろうこれ。キンキの肝のような味わいはあるんですけど、もっとハードです。あん肝のような味もしてるな。これ食べて多分カサゴの肝ですってビタで当てれる人いねえと思う。かなりハードです。硬い。次こちら、これがめっちゃうまい。この絹ごし豆腐、これに煮だれをたっぷりつけて、こちらをいただきます。うまっ。いやこれね最高。スプーンで煮だれと一緒に、これめっちゃうまい。ご飯にのせて食べたら最高ですよ。ぜひやってほしい。柚子のとこが入ってきた。うまっ。では大本命、こちらのカサゴの煮付けいきます。背中のこんもりした美味しいところ、ここのヒレのラインの脂が素晴らしいですね。でこちらいただきます。うまい。煮付けにしたらちゃんとカサゴだ。でも甘い後味が美味しい。でこのカサゴはね、このカマのとこがうまいですよ。なんか部位ごとに味がちょっとずつ違う。面白い。魚一番の高級魚のアラを食べて育ったカサゴ。こりゃ絶品だわ。煮付けもうまいけど、味噌汁の具にしたカサゴ、ゆでカサゴみたいな、これがちょっとうますぎるな。今日のふのりで大正解です。わかめだとちょっと香りが強くて、カサゴの香りが負けちゃう気がする。ふのりぐらいがちょうどいい。というわけで本日はこちらの魚一番で半養殖したカサゴのフルコースときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、今から作るよ。まず頭、骨はちょっと割る。でこういうヒレとかこういうところも全部入れます。こういうところとかでタレを絡ませてこう入れると。でちょっと崩して肝も入れてみちゃえ。でここにお湯を注いでいく。あんまり注ぎすぎない。アラが全体浸かるぐらい。もうちょっとだけ入れる。こんなもんだ。でこれで1分待てば骨のやつ、骨湯でございます。これが最高にうまい。ここのところにも宝物があった。このヒレ1枚も貴重。はい、では1分経ちました。いい感じに骨からお出汁が出たと思います。ではこちらいただきます。うまい。うまいけどメバルの方が美味しい。なんでだろうな。なんでイケメバルの骨湯はあんなに甘みがあるんだろう。カサゴも美味しいんですけどレベルが違う。カサゴは、個性が少ない。特にこのカサゴは個性が少ない気がする。脂は感じるけど、あと最後にちょっと渋みのようなものが追いかけてきますね。大人な骨湯って感じ。これお子さん嫌いかもしれない。肝うまっ。面白い検証結果でした。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は自分で育てた半養殖カサゴ、こちら使って煮付け、刺身、お味噌汁作ってみましたけども、うめえ魚です。うめえ。カサゴは2ヶ月間うまい生魚やエビをたくさん与えて育てると脂のりが良く、そして身質がとっても柔らかく、で多少水っぽくなります。前僕ん家の水槽で飼ってた天然のマダイも脂はあったんですけど、やっぱりなんか水っぽくなっちゃってましたね。あれ昆布でちょっと締めたらもっと化けるでしょうね。で僕ね、気まぐれ金子号で一回めっちゃくちゃぶっといカサゴ釣ったことあるんですよ。大きさ的には今日ぐらいのカサゴ、太さもあれに負けないぐらいのカサゴで、内臓脂肪がめっちゃ入ってたんですよ。でもその時に釣ったカサゴと内臓脂肪の入り方がちょっと違ってたんですよ。で食べた時の味も全然違いました。天然の脂めっちゃ乗ってる個体のやつの方がはるかに美味しかった。身も引き締まってて甘みもあって、もっと複雑さがあった。なんでだろう。水質なんですかね。いや面白いなぁ。
いやでも今日のカサゴ美味しかったです。引き続き育てていって6ヶ月目とかにもう一回検証してみようかな。キジハタも試してみたいしね。僕のいい釣りスポットができました。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。